皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。他の言語も含め C 言語でも配列を上手に使うことによりデータを効率よく処理することができます。そこで今回は C 言語の配列について簡単にお話しします。これは前回の動画で説明した数値計算でよく使われる変数の型を示したものです。プログラミングでは文字型 char、整数型 int、単精度実数型 float、倍精度実数型 W の変数に応じて定義した配列を使い、効率よくデータ処理を行うことができます。配列を使わなければプログラムサイズが大きくなってしまいます。char 型データの場合、1文字が1バイトのメモリを占有します。1文字の場合、1個の文字型変数、ここでは文字 A を使っていますが、この変数を定義し、格納したい1文字をシングルクォーテーションでくくります。しかし、実際のプログラムでは、複数の文字列、あるいは文を定義することがほとんどです。そこで、配列を使うことになります。文字列が1個の場合、1次元配列とし、文字型変数、ここでは文字 B を使っていますが、この変数の後に鍵括弧をつけ、この中に定義したい文字の数を書きます。しかし、この数は通常文字数よりも十分に大きな数を書きます。そして、イクオールの後に文字列をダブルクォーテーションの中に書きます。効率が悪いですが、同じ文字列を1文字ずつ与えて定義することもできます。最後の記号、0は文字列の集端を表します。この記述法では、この集端記号は自分で書かなければなりませんが、左の記述法では文字列の最後に自動的に付加されます。また、括弧の中は空白にすることができます。この場合、文字数は自動的に割り振られます。文字列が2個以上の場合、2次元配列にします。最初の鍵括弧の中の数は文字列の個数です。また、2番目のそれは、すべての文字列のうちで最も大きな文字数です。この時も実際よりも十分に大きな数を設定するのが普通です。1次元配列の時と同様に、最初の括弧は空白にすることができます。文字列の個数は自動的にカウントされます。イント型データの場合、1個の数値は4バイトのメモリを占有します。1個の数字は1個のイント型変数、ここでは文字 A を使っていますが、この変数で受けます。数値が複数の場合、1次元配列にします。鍵括弧の中を空白にすると、数値の個数は自動的にカウントされます。複数の数値が複数の組からなる場合、2次元配列にします。最初の鍵括弧の中の数字は組数、2番目のそれは各組の数値の個数のうち最大の数を表します。1次元配列の場合と同様に、最初の鍵括弧の中は空白にすることができます。フロート型データの場合、1個の数値は4バイトのメモリを占有します。データの定義の方法は、イント型データの場合と同じです。ダブル型データの場合、1個の数値は8バイトのメモリを占有します。データの定義の方法はフロート型データの場合と同じです。それでは練習問題に移ります。
最初はチャー型データの例題です。例題1、チャー型の文字を適当な変数名で定義し、これらをコンピューター画面に表示するプログラムを作りなさい。これは例題1に対するプログラムの例です。プリント F 文での配列データの表示方法を確認してください。配列名はデータが格納されている先頭アドレスでしたね。これを使うことで効率よくデータを出力することができます。配列の最初の番号が0から始まっています。これは C 言語の特徴の一つです。各記述内容に間違いがなければ、実行結果はこのようになります。プログラムの文と比較しながら出力結果をチェックしてください。次はイント型データの例題です。例題にイント型の整数を適当な変数名で定義し、これらをコンピューター画面に表示するプログラムを作りなさい。これは例題2に対するプログラムの例です。記述内容に間違いがなければ、実行結果はこのようになります。プログラムの文と比較しながら出力結果をチェックしてください。次はフロート型データの例題です。例題3、フロート型の小数点を持つ数を適当な変数名で定義し、これらをコンピュータ画面に表示するプログラムを作りなさい。これは例題3に対するプログラムの例です。記述内容に間違いがなければ、実行結果はこのようになります。プログラムの文と比較しながら出力結果をチェックしてください。最後はダブル型データの例題です。例題4、ダブル型の小数点を持つ数を適当な変数名で定義し、これらをコンピュータ画面に表示するプログラムを作りなさい。これは例題4に対するプログラムの例です。記述内容に間違いがなければ、実行結果はこのようになります。データはいい形式で出力されています。プログラムの文と比較しながら出力結果をチェックしてください。細かい出力形式は C 言語に関する書籍やインターネットで調べてみてください。私は皆さんに C 言語に関する書籍を1冊購入することをお勧めします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。